一番はやっぱ壊れない。これでもいいんだけど、やっぱこれだとやっぱ壊れちゃう。だからそのでも250で250キロ出ましたからね。だからすごいんですね。そう4色のピースを入れれると十分ださいけると思いますよ。はい、ということでですね、実測250キロを達成したっていうことで、我々の一応一つのプロジェクトの目標としたら、そこはクリアしたんですけど、改めてその市販化に向けてね、そのターボユニットを、実際にどれくらいのそのスペック、どれくらいのパフォーマンスで市販化に向けて、取り組んでいけばいいかなっていうところを、ちょっと鶴田さんのアイディアもいただき、ちょっと我々としても検証していきたいなっていうふうには思ってるんですけどね。私もいろいろと中村さんと話をした時に、やっぱり舌が効かないと、舌というか低速域ですよね。俗に2万回転と言われますけど、実用度は1万8000ぐらいですか。1万8000の半分にしても9000回転、9000回転ぐらいからでないとブーストの立ち上がりがないということを常々言っておられまして、ベースのターボをどうするかということから、660の軽4のターボしかなかったのね、一番小さいやつが。今回のターボはちょっとまだでかいんでしょうねと、いろいろとやってみられまして、結構大きなタービン、小さな何種類もやられましたけど、結局のところはこのエキゾーストハウジングというエキゾーストの排気が入るポートの径を、もちろんですが小さくしないと、やっぱり理想の加速感は得られないということまでは今現状で分かったんですよね。でそれをこれからどうするかですけれど、簡単に言うとそのエキゾーストハウジングを新しく作るしかない、タービンハウジングを小さくするということで、今9000ぐらいからの立ち上がりを、例えばですけど計算上ですよ、6000とか5000にすればもう少し乗りやすくなるんじゃないかというのは、皆さんもご存知の通り。これ山本選手が前にもう少し小さいやつとか一番小さいやつとか乗り比べてみて、最終その250キロ出した時のその、乗り味っていうのかな、やっぱりもうある程度下は使えないような状況のその仕様だったのかな。1万回転からやっぱり、タービンが効き始めるんで、それまではなんでしょう、燃調の合ってない状態、1万回転いったらタービンが効いて燃調もあって綺麗に回るっていう感じです。昔の言うそのセッティングの出てない2ストロークみたいな、そうですそうです。ババババーンみたいな感じで、ハンチング起きまくってるみたいな感じ、でもそれはある程度セッティングがまだ下追い切れてなかったってところはあるよね。そうそう、圧縮で思い出しましたけど、キットとしては圧縮はノーマルでいかれますよね。ノーマルで行きたいですよね。行きたいです。はい、なるほどなるほど。なるべくまずはエンジンに手を入れない状態で、キットをポン付けで楽しんでもらえる、そういうキットが一番、それからステージアップされればいいです。そうですね。そうするとやはり問題はパワーバンドといって、今のその一番でかいタービンと、今ある小さいタービンの間ではかなりの差があるので、例えばその一番今回小さいタービンを使われた時のパワーでは多分ですけどその100馬力以上出ない可能性がありますよね。その辺はどう理解されるか。馬力はマストじゃないんですよね。なるほどね。実際我々がオートポリスでその2号機、いわゆるその市販化に向けて用意した車両の、これ多分それだよね。乗りやすかったです。乗りやすかった、乗りやすかったって言っても60馬力とかそれぐらいですけども、強烈なやっぱり加速をしてるんで、なかなかそれを普通のユーザーが乗った時にびっくりしちゃうんじゃないかなと思うんですよね。実際に
試乗会に乗ってもらってあははでやつがちょうどその仕様ですかね。それでもお客さんはびっくりされたわけでしょ。そうですね。まあ、だったらまずはそれでステージ1ということで、あまり下から聞くと、まあ、パワーカーブもトルクカーブもビューンと上がってこうちょっと言い方悪いしょんべん玉といって、高回転がパワーがトルクが落ちるんで、乗った感じが頭打ちになる、頭落ちてるような感覚になるっていうこだからそういう味付けをやっぱりしないと、と。何でもかんでもパワー上げればいいっていうわけでもないし、全域パワーを出そうと思ったら今度はもう排気量上げるしかないから。まあだから 250cc の排気量だけど、まあもう少し 300cc とか 400cc ぐらいのその排気量が上がったようなちょっとこう厚みのあるトルク感、なおかつその ZX25R のこう高回転の吹き上がりはそのままそれ以上こう味付けるような、そんなイメージがいいかなと思ってるんですよね。まずは取っかかり普通の方がね乗ってもおすげえターボって思えるような、しかもそれが壊れずに安心安全でこう乗ってもらえるような、そういう仕様がまずはこうベースにあった方がいいかなと。そうですよね。例えばですけど、今はいちょうどいいから、GR ヤリスはいのパワーアップバージョンのターボ、おおああ、タイプが全然違うね。これでもこれ 1600cc 用だからね。おお 1600cc で、カタログデータでいくと270ぐらいか。でそれを今私どもではマフラーを作ったりコンピューターをやって350馬力できれば400馬力まで上げようと画策してるんですよ。すごいでしょ。でね、何を改造したかというと、エキゾーストが何度も言うように改造できないので、インペラー側を変えてるんですよ。これも変わる。でこれが純正でノーマルなんですね。回転数でいくとエキゾースト側は一緒ですけれども、ブースト圧が上げれると。ということでインペラーチューニング、まあファインチューニングって言うんですけど、インペラーが加工しながらインペラを変えることでそう絶風量が上がって対風量が上がるので、うんブースト圧が上げれると。なるほどね。400でもこの大きさでやればちょうどいいぐらいなんじゃないかと思うんですよ。パワーも全然違うんですか？全然違います。違うみたいです。何馬力ぐらい80。ノーマルでなんか80馬力ぐらい。80馬力か。まああれがそうだな。そうやって考えるとすごいよね。すごいですよ。市販車でね。80だったらすごい。それも実馬力ですから。はい。ということで、じゃあ方向性はある程度決まりましたので、引き続きどうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日はありがとうございました。メルシー僕。